3ヶ月60万円という、極めて価格帯としては高いサービス。そんなものがお客様に受け入れられるのか、すべてのお客様からアンケートをいただいておりますけれども、5点満点で 4.5、小数点第1で 4.5 をずっと、取り続けて、年間で言いますと、このシャロテンのアプリのみで、売上24億円、程度の、規模になってきたと。上場時からですね、申し上げている通り、サブスクの比率をどんどん増やしていくと。駐在があるからプログリッドを提供するではなくて、将来の、中期経営戦略を一緒に考えて人材を作っていくような、そういったことをやっていきたい。はい、皆さん、こんにちは。株式会社プログリッドの岡田と申します。まず、私の方から30分間程度、当社のご紹介をさせていただきまして、その後に、Q&A ということで、伺っておりますんで、ぜひ皆さんからたくさんご質問いただいてですね、対話形式で進めていければ、いいかなというふうに思っておりますんで、ぜひ、説明なくですね、たくさんご質問いただければというふうに思います。ではですね、まず今日のアジェンダなんですけれども、大きく3つございまして、ご存知で、いただいている方も、いらっしゃるかと思いますが、初めての方もいらっしゃると思いますんで、当社についての、事業、どういう事業をやっているのかっていうご紹介をまずさせていただきまして、その次に、当社の業績、さらに、最後成長戦略という形でご説明をさせていただければというふうに思います。改めまして、我々株式会社プログリッドと、申しまして、2016年、創業しております。今創業からちょうど10期目の会社でございます。やっている事業としましては、資料の一番下に書いておりますけれども、基本的には英語教育、英語学習ということをやっておりまして、ただ、いわゆるお子様の英語教育ではなくて、大人に向けた、英語学習。もっと言うとビジネスパーソンに、基本的には特化したですね、英語学習サービスを提供させていただいている、会社でございます。で、ちょっと簡単に自己紹介もさせていただきますと、私が代表しております岡田翔吾と、申します。もともと大阪で生まれまして、大学まではずっと大阪に、おりました。幼稚園から野球をずっとやっておりまして、高校3年生まではもうとにかく甲子園に出るということのみの人生の目的だというふうに親に教えられてましたんで、そういう形で人生を過ごしておりまして、で、高校で野球を引退してですね、大学は大阪大学の工学部に入学をして、情報工学を勉強してました。で、その時に、これもちょっと全然関係ないんですけど、親から商社に就職するのがいいっていう話をずっと大学行ってから聞いてまして、で、理系だったんですけど、その商社に行くなら、さすがに英語ぐらいできないとダメだろうっていうのを考えて、大学の頃アメリカに1年間、行きました。で、シアトルで、ちょっと英語を勉強してたんですけれども、それがですね、きっかけになって、今の、授業を、するように、なりました。で、留学から帰ってきて、商社って親から言われてたんですけど、自分の中では、将来ちょっと自分で起業したいなっていう思いもあって、もっと最短で成長できるような会社ないかなっていうことで、マッキンゼーに、入社をしまして、2年と少し、コンサルタントとしてですね、マッキンゼーで勤務をさせていただいておりました。で、その時に、いろいろ感じたことがありまして、マッキンゼーとして、マッキンゼーのコンサルタントとして、基本的には日本を代表するような企業様のコンサルティングをずっとする中で、私自身は、本当に仕事に誇りを持って、やっていたんですけれども、その中で、一つやっぱり違和感としてあったのが、日本の企業様が素晴らしい技術や、人材、歴史、仕組み、あらゆるものがあるんですけれども、一方で、グローバルで仕事をするってなった時に、英語という非常に現実的な問題がかなり多く、ほとんどと言ってもいいと思いますけれども、企業で、あって、それがなかなか解決されず、マッキンゼーのコンサルタントとして企業に行っても、結構英語が、マッキンゼーのコンサルタント話せる人がほとんどなんで、英語で結構バリューを出すっていうことも、あって、ちょっとそこにずっと違和感はあったんですよね。で、この日本企業が素晴らしい人材や技術がある中で、それを英語を使ってもっと世界で売っていったりだとか、世界でビジネスをしていくような会社になれば、日本の企業、もっと言うと日本の経済や日本っていうのは、もっと良くなるんじゃないかなと
そういう思いで、英語教育を大人向けにですね、やろうということで、当社の、創業をしております。で、我々のミッションは、世界で自由に活躍できる人を増やすということでございまして、英語教育もちろんやってるんですけれども、僕らは、英語が話せる人を増やしたいわけではなくて、その英語を使って世界で活躍して、日本を盛り上げる、世界を盛り上げる、そういう人を少しでも、お手伝いしたいと。そういう思いで、ビジネスをしております。でちょっと話を英語に戻しまして、どんなマーケットなのかということなんですけれども、日本人が英会話スクールに使うお金というのが大体年間1700億円ございます。市場規模が1700億ということなんですけれども、日本人の大人が1700億円、毎年英会話スクールにお金を使っている。じゃあ日本人の英語力は上がっているのかと言いますと、これ世界の日本の英語力の世界ランキングの日本の順位を折れ線グラフで示しているんですけれども、毎年下がっていると。これはもちろん日本人の英語力が下がっているわけではないんですけれども、世界の英語力はもっと上がっているということです。当然、グローバル化、もうかなり前から言われている言葉ですけれども、そのグローバル化に伴って、各国の英語力は当然上がってきている。一方で、日本の英語力っていうのはなくて、従って世界的に見ると、より英語力が低い国になっているというのが現状です。で、これを、変えていこうということで、考えたコンセプトっていうのが、人かけるテクノロジーです。英語の、教育、英語を話せるようにする、英語学習、そういったことを考えたときに、従来の英会話スクールのような形で、人の力だけでやることは、厳しいだろうと、私は考えました。一方で、テクノロジーのみで英語業界を変えることも難しいだろうなというふうに考えました。人とテクノロジー、この二つをうまく融合させることによって、日本の大人の英語教育を大きく変革できるんじゃないかなと。そういう可能性を感じて、このコンセプトを作って、事業を進めてまいりました。今、事業二つやっております。一つ目が英語コーチングサービスのプログリッド。で、これは当社の創業で、10年前から、ずっとやっております。売上高の約6割占めておりまして、もう一つがサブスク型英語学習サービス。いわゆる英語のアプリ、シャドウテンスピークのディアトークと3つサービス展開させていただいております。この3つの売上の合計値がだいたいすべての売上の4割という形になっておりまして、この時系列で見ますと、コーチングの割合が減って、サブスク割合がどんどん増えてきているという状況でございます。では、じゃあ実際そのコーチングサブスクって何なのかということなんですけれども、プログリッドというサービス、これはですね、いわゆる従来の英会話スクールのように、英会話の先生が、ネイティブ講師が英語を教えるという、このティーチングではなくて、受講生の、お客様のポテンシャルを引き出していく、コーチングというメソッドを使っております。なので我々はネイティブ講師は、社内に一人もおりません。そうではなくて、日本人の英語のコンサルタントがお客様に伴走して1対1でサポートをしていくと。お客様の英語力を闇雲に上げていくんではなくて、お客様の英語力を分析し、何が課題なのかということを明らかにした上で、それに最も適した学習方法、学習教材、学習の頻度、学習時間、すべてを綿密に決めていき、それをすべてアプリで管理しながら、お客様ご自身に学習を進めていただく。我々はそれをコンサルタントという形で裏からサポートする。そういったサービスになっております。特徴的なのがプライシングなので、今日は投資家の皆様っていうこともありますんで、ちょっと価格のところもご説明させていただきますと、3ヶ月というプランが一番人気のプランでございまして、63万2500円税込みです。なのでざっくり申し上げますと、月20万円の価格になっております。いわゆる英会話スクールの、大体、7倍から10倍ぐらいの価格帯のサービスを提供しているという形でございます。他の英語サービスいろいろあるんですけれども、ポジショニングをあえて書くとするとこういう形かなと思っておりまして、まず縦軸が自学自習と英会話です。ということで、いわゆる英会話スクール、あとオンライン英会話とかってあると思いますけれども、これは英会話のレッスンをしてお金をもらいますよというサービスです。当社はそうじゃなくて、お客様に自学自習をしていただいて、それをサポートしますよというサービスです。これがまず大きく違います。
二つ目に横軸、コーチングありなしということなんですけれども、我々はコーチがついて、お客様の自学自主を徹底的に伴走する。一方で、いわゆる他のサービスっていうのは、コーチング等のサービスはせず、学習の手段を提供すると。そういった違いがございます。またもう一つの特徴としましては、3ヶ月の受講が一番人気なんですけれども、実はそれで終わりではなくて、その後、継続コースに受講される方が、たくさんいらっしゃいます。ネクストコースというのが、もう一回プログリッドを受講するという、意味なんですけれども、そういう方もいらっしゃいますし、サブスクサービスをその後継続される方もいらっしゃるという形でございます。またですね、プログリッドを説明する上で一番重要なのが私はこちらだと思うんですけれども、3ヶ月60万円という、極めて価格帯としては高いサービス、そんなものがお客様に受け入れられるのか、そんなものがお客様にご満足いただけるのか、ということが、当然ながら最も重要でございます。すべてのお客様からアンケートをいただいておりますけれども、5点満点で4.5、小数点第2位まで行くとちょっとずつ上がっていってるんですけれども、小数点第1で4.5をずっと、取り続けている。さらにもう一つは、受講生が卒業した時に継続コースへ入会する率が、7割を、ずっと超えているというところ。さらに新規でお申し込みいただくお客様が友人紹介で来ていただく割合。これも、約2割推移しているというところ。ここからもですね、いかにお客様がご満足いただいて、さらにコースを申し込んでいただく。もしくは、お客様のご友人やご家族をご紹介いただく。そういった比率が高いかということがわかるかと思います。またですね、当社創業以来 B2C が中心のビジネスモデルでやってきましたけれども、直近はですね、B2B に力を入れております。日本を代表するような企業様に、研修を提供させていただいて、彼らが、当然もうすでにグローバルで思いっきりビジネスをしているんですけれども、それをもっと加速する、そんなサポートをさせていただいております。次にサブスクサービスでございますけれども、3つございまして、シャドテン、スピフル、ディアトークでございます。今、ディアトークはもう本当に新規事業でかなり規模が小さいので、ほぼシャドテン、ちょっとスピフルと。そんな感じなんですけれども、シャドテンが月2万円、スピフルが月5000円、ディアトークは月4000円でございます。シャドテンはリスニング力を伸ばすサービス。スピフルはスピーキング力を伸ばすサービス。ディアトークは英会話を AI とするサービス。こんな形で用途が異なります。このシャドテンというサービスなんですけれども、シャドーイングというトレーニングがございます。これは同時通訳者の方、つまり英語のプロの方がですね、もう従来よりやっていたかなり古典的な英語のトレーニング方法なんですけれども、これをですね、同時通訳者のようなプロの方だけではなくて、誰でもできるようにしたアプリがシャドーテンという、サービスになっておりまして、シャドーイングというのは、シャドウ、影という意味でございまして、聞きながら少し1秒や2秒遅れて発音をする。そんなトレーニングなんですけれども、このトレーニングを徹底的にする。非常にシンプルな、逆に言うとそれしかしない、そこに特化したアプリになっておりまして、ご自身のシャドーイングの音声を毎日録音し、そしてそれを人が添削して返してくれる。フィードバックをもらえる。いわば、シャドーイングの赤ペン先生のような、そんなイメージのアプリサービスでございます。こちらですね、順調に売上推移をしておりまして、この第1クォーターの成長の伸びは、極めて鈍化して、この第1クォーター全然ダメだったんですけれども、今月間売上高が約2億弱ぐらいまで、来ておりまして、年間で言いますと、このシャドテンのアプリのみで、売上24億円、程度の、規模になってきたという形でございます。次にスピフルというサービス。これはスピーキング力を伸ばすサービスで、ちょっとこれ、専門的というか、細かいんですけれども、口頭英作文というトレーニングがありまして、これはまさにこれは通訳みたいなトレーニングなんですが、日本語を見て、パッと英語に直す。日本語を見て、パッと英語に直すという、瞬時通訳トレーニングみたいな、そういうトレーニングがあるんですね。それをするアプリでございます。これも極めてそれに特化されていて、他のややこしい機能はついておりません。スピフル。画面共有してもいいですか？ May I just share my screen? 口頭英作文とは、日本語文を見て英語に即座に変換するトレーニングです。
英語を瞬時に話す瞬発力が身につきます。彼女にリンクをお送りするのを忘れていました。I have forgotten to send a link to her. スピフルの口頭英作文では AI があなたの発話を判定します。意味や文法が合っていれば正解と判定するため、模範解答とあなたの答えがずれていても安心して学習ができます。さらに模範解答とのニュアンスの違いや別解表現を AI が解説。学習の迷いを一切残しません。ながらで学習できるハンズフリーモードも搭載。歩きながらでも家事をしながらでも英語学習が可能です。例文は6000以上。基礎文法から交渉の場で使える表現まで全てのレベルの方に取り組んでいただけます。スピフルを毎日少しでも継続すれば自信を持って英語がパッと出てくるようになります。あなたもスピフルでビジネスで通用するスピーキング力を身につけましょう。で、どんな特徴があるのかということなんですけれども、この口頭英作文トレーニングを、AI が基本的には全て正誤を判定して、自分がパッと言うと、正解だったら正解、間違いだったら何が間違いなのかっていうのがパッと出ると。で、これの非常に大きな特徴としては、今まで口頭英作文トレーニング、これも英語学習者の中ではかなり人気なトレーニングだったんですが、一つ課題があって、日本語を見ます。英語をパッて言います。すると模範解答が当然あるんですけれども、模範解答と自分の回答が往々にして完全一致しないんです。それはなぜかっていうと、英語っていうのは何通りもその同じ意味を言うのに言い方がありますんで、答えを見て、答えと違うんですけど、自分の言った答えでも正解なんじゃないかと。でも答えには違うことを書いてるっていう。これが、長年の英語学習者の悩みでして、これを解決しようということで、今これ AI で全部判定しますんで、意味が合ってたら正解になります。ということで、もうスムーズに、そういった変な、なんて言うんでしょうね、ストレスを感じることなく、口頭英作文ができる。そんなアプリになっておりまして、これもですね、ローンチして今2年ちょっとなんですけれども、どんどん成長しておりまして、今月間売上高が3400万円。まだまだ小さいですけど、売上年間4億円ぐらいの規模のアプリには、なってきたという形でございます。次に DearTalk。これは AI 英会話サービスでございまして、AI と英会話をするアプリになります。オンライン英会話とかでも、スマホで、先生つないで、英会話できますけれども、それを完全に AI としましょうということでございます。ディアトーク。ディアトークは、あなた専用の AI ネイティブ講師と英会話ができるアプリです。ビジネスから趣味の話まで、どんなテーマでも話せます。振り返り機能であなたの学習をサポートします。1回10分だから手軽に集中して取り組めます。AI is becoming very popular recently, right? The speed is very fast. Definitely. At my company, we've rolled out enterprise AI tools. We've even started having AI avatars attend some of our meetings. I think it's super cool how these... Sorry, AI avatar employees? What is that? I know, right? Instead of joining late-night global meetings yourself, an AI avatar... Was my English okay? Were there any strange phrases? Your English was very clear. One small thing, though, you said AI is becoming very popular. That can sound a bit like a temporary fashion. 会話後、すぐにフィードバックがもらえます。覚えたい表現はその場でストックすることもできます。ディアトークで英語力を磨きましょう。いくつか特徴あるんですけれども、当然 AI なんで予約なんかいりませんよっていう。これは便利ですよっていうことだったりとか、アクセントも自分で選べて、例えばアメリカ人の先生と英会話したいだったらアメリカ人の先生選べますし、ちょっとインドのその発音の訛りが難しいんで、そういう先生と練習したいときはインドの先生を選ぶこともできますし、先生を自由に選べる。これは非常に大きな特徴だと思います。あと、もう一つは、先生が AI なんで、とにかく何でも知っているっていう特徴がありまして、例えば私が英会話レッスンをするときどんな感じで使うかっていうと、よくやるのが、まさに投資家説明会。これを海外の投資家にどういうふうに分かりやすく伝えるのかっていう練習をすることがあるんですけれども、このディアトークは AI なんで何がすごいかというと、プログリッドの決算ももちろん全部知ってますし、プログリッドがどういう歴史なのか、なんだったら僕の生い立ちも知ってますし、そういった状況で本当の投資家がするようなクリティカルな質問をします。ただ、当然、
普通の英会話の先生がそんなことはなかなかできませんので、そういったですね、自分が本当にやりたい、このレッスンができるっていうところも AI の大きな特徴なんじゃないかなというふうに思います。あと初心者の方でもできるように先生の話すスピードを変えれたりとか、これもなかなか人間だと難しいんですよね。もう先生によっては話すのが早すぎて何言ってるかわからないとか、逆にゆっくりすぎてもうちょっと早く話してほしいなとか、そういうのあると思うんですけれども、そういうのを変えれるっていうところもいいかなと思います。こちらは、まだまだ業績自体は全然ついてきてないんですけれども、今後、この英会話業界を大きく変える可能性があると僕は思っておりますので、しっかりとプロダクトを磨いていくということでございます。はい。では、ここから、業績、少しご紹介させていただければと思います。当社が創業してから10年間の業績を売上と営業利益で並べております。まず売上に関しては、上場前、コロナで苦しんでですね、売上が下がって、利益も赤字に転落するということがあったんですけれども、そこから、しっかりと復活をしまして、上場をさらに、一つの、なんて言うんでしょう、イベントとしてですね、より売上成長はどんどん加速することができているという形でございます。今期の業績予想で売上71億円を予想しております。営業利益も、順調に、成長を続けておりまして、4億2000万円の営業利益を見込んでいるという形でございます。ちょっと、会場の方特に見えづらいかもしれないんですけれども、上に文字で書いてるんですが、サービスごとの成長としましては、コーチングサービスの、成長が、約 10% 強。サブスクサービスが 40% 強ということで、コーチングサービスは、着実に成長させていく。サブスクは急成長していく。基本的にはそういった、絵を描いております。これが過去の推移になっておりまして、下にあるのがコーチングサービスの売上、上にあるのがサブスクサービスの売上ということで、一番左がですね、もうまさに上場直後、ちょうど3年ぐらい前なんですけれども、ほとんどコーチングサービスが主体のですね、会社でございますけれども、直近見ていただければわかりますように、サブスク比率がどんどん拡大し、4割まで増えてきたと。ここは、上場時からですね、申し上げている通り、サブスクの比率をどんどん増やしていくということを続けているという形でございます。それに伴ってですね、売上総利益率、粗利の率も、ちょっとずつ、上がっておりまして、直近 75% ぐらいを、推移している形でございます。これはおそらく英語業界、こういった教育というか、労働集約がメインのビジネスモデルにおいては、極めて高い売上総利益率を上げることができているんじゃないかな。当社としても非常に重要視している、数字でございます。次に営業利益率でございますけれども、四半期ごとのブレはちょっといろいろあるんですけれども、慣らして年度で見ていただくように、上に数字で、年度のですね、営業利益率を書いておりますけれども、去年までは、どんどん営業利益率を毎年改善、させていきまして、今年は、ちょっと 20% という形で予想しておりますけれども、ようやくですね、20% を超える営業利益率になってきたという形でございます。次に配当でございます。配当もですね、一昨年から開始をしておりまして、今期は、一株当たり22円。当然ですけれども、毎年増配、をですね、実施し、今期もその計画でございます。基本方針としましては、配当成功 30%。これを、一つの目安に、いたしまして、安定的に、しっかりと配当を続けていくということを実施したいと思っております。グロース市場で、配当を出す会社ってもしかしたら少ないかもしれないんですけれども、基本的な我々のスタンスとしましては、この資本市場で、仕事をさせていただいている、という、ことを考えるとですね、しっかりとお客様に素晴らしいサービスを提供し、そして社員にいい給与を払い、そして残った利益のうち、一部を株主の皆様に還元し、そして企業価値をどんどん上げて、市場から、お金を集めることもあって、そしてそれをさらに投資し、お客様により喜んでいただくサービスを提供すると。このサイクルをですね、しっかり継続的に回していくことが、重要であるというふうに考えております。最後、成長戦略ということで、ご説明をさせていただければと思います。3つに分けてご説明させていただければと思いますけれども、まず1つ目の英語コーチングというところでいきますと、
基本的には、この高い収益率をしっかりと維持したまま、成長していく。ここには書いてないんですけれども、着実に成長していくということが、重要であるというふうに思っております。で、サブスクサービスに関しましては、学習が習慣化するアプリへの進化と書いてるんですけれど、これどういうことかと申し上げますと、英語コーチングはやっぱり人がついて伴走してサポートしますので、お客様が挫折をするなんていうことは基本的にはあってはいけないという前提でサービス提供しています。ゼロじゃないです。ゼロじゃないんですけれども、ほとんどありません。一方で、サブスクサービスは当然アプリをインターフェースにしてサービスを提供しておりますので、お客様のモチベーションを直接的に刺激するっていうことがなかなか難しくてですね。それでもなお、ちゃんと学習が習慣化し、ずっと続けていただける。そんなアプリに進化していくことが重要であるということと、もう一つはアプリ間の連携強化。これをやっていきたいと思っております。さらに M&A でございますけれども、M&A を使ってですね、事業領域を拡大していくということももちろんありますし、今やっている事業をより強化していく。この、大きく2つ、実現していきたいというふうに思っております。もう少し詳しく申し上げますと、英語コーチングのこのプログリッドというビジネスは、すごい単純化をすると、やるべきこととしては基本的に2つでございまして、1つは、お客様を、継続的に、来ていただけるようにする。集客をするということと、もう一つは、その集客の拡大に伴って、しっかりと供給の、質と量を増やしていくということになります。この2つをうまくバランスさせながら、どっちかが伸びすぎても、実はあんまり意味ないですし、この両方を適切なバランスを保ったまま伸ばしていくというのが重要でございます。で、まずこの集客のところで申し上げますと、ブランディングをするための広告から、お客様を最終的に獲得するデジタルマーケティング、Facebook や Google やX ですね。そういったデジタルマーケティング。それから来ていただいたお客様がしっかりご満足いただいて継続いただく。これをですね、しっかり一貫して、お客様に一つの、一貫したストーリーを持ったブランドとしてですね、その体験をいただくということ。これをやり続けるということと、もう一つは、コンサルタントがですね、より数が増え、そして質を上げていくということが重要でございますので、働きがい、働きやすさ、いい待遇、この3つをすべて&条件で上げていくと。これを、永遠にですね、常に改善を続けていく。これがですね、極めて重要であるというふうに思っております。次、法人向けビジネス。当社の成長を語る上では、この法人向けビジネスはもう避けては通れないと言いますか、最も重要と言っても過言ではない領域だと思っております。最近は私も、この法人向けビジネスにかなり時間を割いておりますけれども、基本的な我々のターゲット企業様は、ここに書いておりますように、規模が大きい、日本を代表するような企業様でございます。で、我々の、法人、チームですね、かなり企業様のサポートさせていただいて、お客様の数はどんどん増えておりますけれども、一方で、まだ、例えば売上高1兆円以上の上場企業様、約200社ありますけれども、20% 程度しかカバーしておりませんので、逆に、残り 80%、開拓余地が、ありますし、それよりもう少し小さい規模の、小さいといっても売上高3000億、1000億規模の会社さんに関しては、もっともっと、この開拓余地があるということ。さらに、これ、取引をいただいた上でも、本当に大きな企業、例えばトヨタさんって何十万人社員さんがいらっしゃいますので、そう考えるとですね、その一社一社の規模を拡大させていくということも極めて重要でございます。一つ事例でございますけれども、株式会社様、パナソニックという会社は皆さんご存知かもしれませんが、今、だいたい海外売上高が6割ぐらいのになっております。国内がもう4割ぐらいです
で、今後の成長戦略として、もっともっと海外売上比率を上げていくということを、明確におっしゃっております。その中で、パナソニック株式会社、エレクトリックワークス社様、サポートさせていただきましたけれども、これはですね、そんな未来を、見据えてですね、例えば転勤があるから、転勤とか海外駐在があるから、英語学習しなきゃいけないということではなくて、将来を見据えて、プロアクティブに今から計画的に人材を作っていこうということで、社長直属の塾活動があるんですね。グローバルリーダーズアカデミーっていうんです。そういった、そこでですね、プログリッドをご導入いただいて、将来のためにそういった人材を増やしていこう。そんな取り組みを一緒にやらせていただいたりしております。今後はですね、我々としてはこういう取り組みをどんどん増やしていきたいと思いまして、ただ、駐在があるからプログリッドを提供するではなくて、将来の中期経営戦略を一緒に考えて人材を作っていくような、そういったことをやっていきたいというふうに思っております。次に、アプリのところでございますけれども、シャドテンはですね、どんどん進化をしております。学習継続を支援する機能、改善していたりとかですね、成長を実感していただくためにテストを、導入したりとか、あとデザインを直近、全面的にリニューアルしたんですけれども、お客様がより使いやすい、そんな変更をですね、どんどん加えているという形でございます。スピフルというアプリも、非常にいいんですけれども、もう完成度はまだまだ全然高くなくて、なので、コンテンツどんどん増やすこともそうですし、あとは、この聞き流し機能っていうのを最近、ローンチさせていただいたんですが、やっぱり英語学習っていかに隙間時間でできるのかっていうのは結構重要なんで、歩いてる時とか、そういう時にできるということで、この機能を出したりしておりますし、ディアトーク、AI 英会話のディアトークに関しましても、会話体験がそもそも良くないと、なかなか AI で英会話しようというふうになりませんので、その大幅なですね、アップデートをしたりだとか、やはり AI ならではの機能ということで、会話が終わった後の、これディープレビューと我々呼んでるんですが、要するに復習ですね。今回の結果をそもそもまずスコアリングし、この英会話はどれぐらいのレベルだったか、どういう単語を使っていたのか、何が改善点なのか、こういったところがパッと出るような形でやっております。さらにもう一つ、4つ目の、サブスクサービスとして、サブスクと言いますか、これ、ちょっと無料なんでサブスクと呼ばないんですけれども、単語アプリをローンチする予定でございまして、現在開発を進めております。もともとはもっと早くにローンチする予定だったんですが、ちょっと開発スケジュールを見直しまして、より良いプロダクトにしてから出そうということと、開発が少し遅れたっていうのもありましてですね、もうちょっとまだ時期は先になるんですけれども、単語アプリをローンチしていきたい。イメージはこんな感じなんですが、とにかく従来の単語アプリ山ほどあります。たくさんある単語アプリの中でも、これは圧倒的にいいなというアプリを作って皆さんにお出しをしたい。かつそれを無料で提供したいというふうに思っております。なんで無料で出すのかっていうことなんですけれども、基本的にはこの図に集約されるんですが、我々プログリッドは、どちらかというと高単価なビジネスがメインで、事業を進めてまいりまして、プログリッドシャドテン。シャドテンも月2万円します。スピフルディアトークで約数千円。その中で単語アプリ無料を出すことによって、今までプログリッドに興味はあったんだけれども、なかなか手を出せなかった方にもですね、触っていただけるサービスを提供する。単語アプリっていうのは、単語っていうのは、英語学習者にとって、全員がやるべき、どれだけ初心者でも、どれだけ上級者でも、必ず本来はやるべき、やっているかどうかは別としまして、やるべきトレーニングでございますので、これを最もハードルの低い無料で提供し、皆様に価値、より多くの方に価値を提供したいということ。さらにその中からですね、プログリッドにいずれ来てくださる方、シャドテンにいずれ来てくださる方、こういった形でビジネスとしてはマネタイズをしていきたいというふうに思っております。各サービスそれぞれ今まで我々独立して基本的には展開をしていましたけれども、これをですね、今後はいろんな形あるんですけれども、少しずつこの統合的な体験に、していきたいというふうに、思っておりまして、単語をやった人がシャドテンを使ったり、プログリッドやった人がシャドテンをやったり、これはポイント、機能みたいなものを考えているんですけれども、プログリッドポイントのようなものを作ってですね、単語をやっているとプログリッドポイントが溜まって、そのプログリッドポイントでプログリッドが受講できたり、シャドテンが受講できたり、そういったつながりをですね、今後は作っていきたいというふうに考えております。最後、M&A でございますけれども、
M&A は、非常に重要な、領域でございまして、私自身、ここにも非常に時間を、使ってですね、やっております。で、領域としましては、もちろん、英語学、既存の我々がやっているような英語学習の領域の会社さんともお話をしますし、英語学習以外の、領域の会社さんとも、話をさせていただいております。注力は、どちらかと言いますと、この B、下のですね、2B。2B の企業さんの基本的には我々の最注力先として、会話をさせていただいて、おります。さっき申し上げました通り、この 2B のマーケットっていうのは、そもそも、まず我々にとってシェアが極めて低い空白地帯が多いということ。さらにまずマーケット自体が、すでにより大きいということ。さらに、この 2B の人材育成っていうのは、マーケット自体が成長しているということ。もっと言うと、我々が今までやってきた、この本気でお客様の能力を上げる。成果を絶対に出すというこのサービスの親和性が極めて高いこと。そういったことからですね、この 2B のマーケットにより力を入れていきたいというふうに考えております。一方で、2C サービスをやっていらっしゃる会社さんとも、継続的に会話をしておりますし、そういった M&A を今後は実施をしていきたいというふうに思っております。最後、ちょっとマーケット感、今少し述べたところでもありますけれども、大人向けの語学スクールっていうのは、言っても1700億円のマーケットでございまして、そこからですね、よりちょっと幅広い、この語学マーケットで5000億。さらに、この研修領域っていうのはより広い領域になってまして、語学スクールのこの1700億円のマーケットっていうのは、マーケット自体が成長してるマーケットじゃないんですね。むしろ若干、ちょっとシュリンク気味なマーケットになっておりますので、まだまだ我々のシェアは、ビビたるもんなんで、もちろんここでしっかりやっていくんですけれども、一方で、この一番右のですね、研修マーケット、大きいですし、成長してますし、我々が勝てる。我々が価値を提供できる、お客様に喜んでいただけるマーケットだと思いますので、ここにしっかりとですね、注力をしていきたいというふうに思っております。改めて、最後に、我々のミッションは、世界で自由に活躍できる人を増やすということで、いろんなお話をさせていただきました。四半期で業績良かったり、悪かったり、いろいろありますけれども、とにかく一貫してですね、世界で自由に活躍できる人を増やしたい。この思いを持って、経営していきたいということと、もう一つは、我々が経営する上で、重要視している、最も重要視していること、それは、社員の給与を上げることです。この、英語業界、労働集約マーケット、なかなか給与を上げづらいと。今まで言われてきた業界なんですけれども、それはやり方によっては可能だと思っております。社員の給与を上げるためにもですね、しっかりと業績を上げていきたいというふうに思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。